韓国ソウル地下鉄ヨンドゥンポシジャン駅。着いたなんか俺にピンと合ってへん。こういうアクシデントの日に限っていいことが起きる。それを期待して今日行くところはこっち。これは結構 YouTube あるあるやねんな。そんなヨンドゥンポシジャン駅の街をコチュワサビが今日も行く。4番出口の後ろ側の道をまっすぐ小学校が見えるなんて思ってたら、こっちにも何かが見える。大量のセウカン、レシピ、オクスススヨン茶が見える。1個ちょうだい。視線を移すとこっちにはセウカンまたあったけど、ノグリなどのインスタントラーメンが並ぶ。これはキャンプできるで。だってほら、これコンロとかに使うガスじゃない。それを使ってサルグクスを作って食べる。一連の流れ完璧やん。ほんで食べ過ぎてカスファルミョンスを飲む。キャンプの際のトータルコーディネート。まあ実際卸屋さんやねんけどね。なんやこれ。こんなとこにオーダーメイドのスーツを作ってくれる店がある。まあ言うても結婚式とかの礼服やねんけどね。正直それ着て俺もっこしったーとか言われへんわな。こっちは何？そういう大会があるらしくて2022年に大賞もらってはる。街の人間国宝みたいな人やん。ええやん。それ着てやったら面白いかもしらん。ウェディングコチわさび。あかんわ。おい、頭の上に教会あるやんけ。お導きか？導かれてるのは教会ではなく今日のマッチ。着いた！早くもっこし。たはースムンマッチベラヌンゲパロイロンボチ。今日のお店はタギネコダリチョリン&チュオタン。毎日がクリスマス気分。やっぱりスーツ作っといた方がええかな。主なメニュー書かれてんねんけど、なんか気になるメニューいっぱいある。やはり気になったら足は動く。今日のお店に入店です。こちらのメニュー、代表メニューはシレギコダリジョリン大中小3段構え。選べるのはありがたい。脇を固めるは土壌の天ぷらと土壌の焼き餃子。土壌攻めが止まらん。食事類を見たら土壌スープやらスジェビの入った土壌スープ。ほんでさつまいもチーズとんかつ。なんやそれ。そんなんもあんの。まあええわ。とりあえず注文していこう。고다리 조림 소자 하나랑요. 그리고 추어튀김 준자 하나 주세요. 그리고 소주 한 병 주세요. 진로 하나만 주세요. 完璧。ガマちゃんもウェルカムな夫人。壁にはお越しいただきありがとうございます。美味しく食べてくださいやって。はい、食べますとも。店内はすっきりしてて心地いい。ちょうどランチタイムが終わったところ。こういう時間帯、撮影にはもってこい。そんな時準備していただいた基本のおかずはキムチ、唐辛子の和え物、もやし、海苔、そして天ぷらにつけるわさび醤油。最後に簡単なスープも出てきた。そして来た。なんか久々ちゃう？目が合った瞬間ぐる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 。なんといってもこういう料理にはこいつが必須やで。ローリング。熱くもなってきて喉が渇いてる。冷たい一杯で景気づけ。よし、本日の喉開き作業開始。極利開通。立ち止まり、ガラス越し見る衣替え。ありがとうございます。ガマちゃんの餌はまずこれ。唐辛子の和え物。これやったらいつも最初に食べてまうね。I love you。 そりゃ俺の体ももううなる。あかん、もう一個食べたい。大きめ唐辛子を確保。2度目の I love you。 俺の求愛にも嫌な顔せず突き抜けるような音を響かせる唐辛子。出てくるにはもうちょっとかかりそうやな。ってことは俺の体が先に目覚める時間。不自然なストレッチ。親父の証拠を見せつけてやる。みっぱんちゃんだけでスルスルガマが手広げとる。あそこになんかかかってるで。
坪観葉。長生きして幸せで健康で平和に暮らせますようにってことか。そのためにはうまい料理がないとあかんやろ。あとこいつも必要ちゃうか。雫をペロリ。長生き決定。そんな時今日のメインが運ばれてきた。うわ、頭が2つ乗ってるわ。坪観葉とはこれやな。じゃあまずはこの手前の小ダリに箸を入れていく。いや、お箸が吸い込まれるぐらい柔らかい。こういう時はいつもより気をつけて掴まなあかん。なので一口サイズにした小ダリを一口。半星の中に残るその潤いでもう一度夢を見る。二度目の青春が始まった。口に入れたら一層感じるこの柔らかさ。その後感じるスケトウダラのプリプリさ。さすが小ダリ。半干しならではの旨味と食感のバランスが絶妙。あとはこのヤンニョムよ。普通塩辛いところが多くご飯のお供になるけど、ここのはマイルド。だからご飯を呼ぶよりこいつのお供になってしまう。長生きもせなあかんしな。じゃあもう一切れいただきます。食感はすごく柔らかいのにしっかりとした肉感。ゆっくり傾く。そしてパクリ。口の中で自然に身が割れる。この組み合わせに俺の心もほぐれてしまう。ちなみに魚やから骨はあるけど丁寧に処理されてるのか数は少なめ。ほとんど捨てるところがないのが印象的で、この料理のもう一つの主人公、このシレギ。小ダリでシレギはなかなか珍しい。お、ごま油のかすかな香り。完全に別々に調理されてんねんな。こういう手間が料理をうまくする。まあ結局ここで一つになるんやけどな。性質の違うものやから化学反応が起こるんや。ほら、シレギの葉っぱを伝っていくと小ダリの旨味につながる。ガマを確認してしまう。まだ早い。次はこのもやし。見た感じもやしそのままって感じはすんねんけど、やっぱりもちろんそのまま食べてもええねんけど、これはこっちやな。再びもやしを収穫。ヤンニョムの上にドボン。そしてヤンニョムにたっぷり使った小ダリを引き上げる。もやしの座布団に座ったら最後、ここでぐるぐる絡めてあげる。引き上げてみると大量やった。そんなこと知らん。関係あれへん。さっき感じた旨味と風味の間からもやしのシャキシャキとした音が歯に伝わってくる。これはうまい。オーケストラを指揮する俺。よし、ここらでそろそろ解禁。さっきチラ見してしまったしな。ほんのり残るヤンニョムをこいつで一気に流し込む。そんな時、もう一つのメニューが俺の目の前に現れる。可愛らしい土壌たちが現れた。これはサイドメニューには最適やな。まず一匹。この音たまらん。外刈り中ほろ。小さいけど小ダリとはまた別の旨味が詰まっている。川からやってきたおやつ感覚の刺客を送り込まれる俺。その刺客に悩みながらも丸腰で切られに行く。そうそう、これつけてって言われてた。もちろんわさび醤油があると食べやすくなる。ただ俺は土壌の癖ある味は好きやけどな。この揚げ事は今日の子守歌。ここでおもむろにキムチ。揚げ物やから自然と手が伸びてしまう。赤々としててええ色やねんけど、ここおかずもうまいのよ。そういやこれはこっちか。じゃあ海苔を数枚持ってくる。言うても今日の主役はこいつやで。中を広げると、おお、白い身だけでテンションが上がる。白い肌に紅を一塗り。海苔の上に急降下。あ、そろそろ時間的にも再び両主人公が出会うタイミング。
ちゃくちゃ長い。でも海苔の上にカクカクカクと沈んでいく。くるっと巻いていく。もうこれだけでうまそうやね。磯の香りがふんわり優しく入っていく。これで瓶が動かんなんてありえへん。欲望に忠実な俺は海へとダイビング。お皿の両端にはお餅もある。スポンと口に入れる。何気に嬉しいこういう備え付け。硬すぎず柔らかすぎない、心を掴んでくるやつ。今日はね、全てが違う食感。口が楽しくなるな。そしてもう一つの備え付け、じゃがいも。わかるわかる、このヤンニョムとは合うよな。このスープも基本のおかずとして出してくれてた。山の間に隠れる渓谷のような存在。落ち着く。嘘、休んでるふりしてるハンター。再び海苔を1枚2枚3枚。癖になりそうなもやしの食感。赤いヤンニョムで彩りを加えて、笛を吹いて全員集合の合図。その上から白木をかぶせる。その後の1回転。そして小谷先生がみんなを引率していく。海苔3枚が大正解。この大きさである。はみ出すもやしはご愛嬌。これが小谷ジョリンデラックス。あ、はみ出してたからな。味は最高やのに。残ってたスープをぐいっと飲むと、本日のテーマソングが脳内で流れ出す。小谷が俺に文句言ってる。黙ってもごっち夢も山んごちぐむのいて戻れない評価さないったるな歌詞だ。花崗岩ゲットルアッパのタイムカプセル。도저 한 마리 와사비에 물든夕暮れ。パザヒトとも昔のソリロ。両手でトゥマリ設置で夢にピョナゴ。ゴチュが今日引き止めていくな。じゃあね注げ味終わらせね。半星の木綿ブルジョ日をくれよ。キムエには人生が黒だにごべだけなんぬ日にもバラム笑ってたんだ。逆サイドに残ってたお餅を2本同時にパクッといくと、お皿に残ったヤンニョムに心奪われる。そう、この店変わったメニューがあんのよ。それ頼もうか。 라면 사리 주세요. この中にラーメンを入れるん？この中に入れんにやったら頭残ってるしな。かたじけない。頭には食べるところ残ってへんのよ。ほんのちょっとだけ奥にあるな。申し訳ないし、そこだけ食べよう。と思ったら鼻につく。トナカイのようになってもうた。そういう意味なんこれ。まだ麺は来る気配がない。実はこっそり残しておいた小谷一切れ。食べやすい大きさにほぐしてあげる。こういう時だけ真剣なのはいつもの流れ。これで下準備は完了ちゃうかな。見てたら一口食べるのもいつもの流れ。さあ、いつでもかかってきなさい。まだ疑ってるからね。麺がほんまに来るんか。結局見てたらもう一口食べたくなってきて手は動き出す。パクリ。さあ、かかってきなさい。ほんまに来た。
ラーメンの麺や。間違いなく麺。躊躇なく上から落としてやる。これをまんべんなく混ぜる。ご飯はあるかもしれんけど、麺とは驚いた。残ったじゃがいもも小さくして仲間入り。ええ感じ。真っ白やった麺が赤く染まってる。あまり見慣れない光景に俺の心は少し躍る。あれ？ちょっと待って。くしゃみ出そう。こんなタイミングで？混ぜてる途中で鼻に入ったみたい。で、結局出ない。麺の存在ぶれるからやめて、そういうタイミングで。ようやく大きく一すすり。この麺、ちょうどええ茹で加減。最初にも言うたけど、しょっぱくないヤンニョムやから、締めには最適。グッドやで。麺にはやはりキムチ。ちなみにこのヤンニョムそこまで辛くない。唐辛子あったからピリッとするのはその辛さかな。そこにラーメンサリか。めちゃくちゃええ。スルスルスルと入っていく。こうなるとこいつもしたくなる。再びの3枚。麺をつかみ、海苔の上に優しく置く。ちょっと分かりにくいけど、細かくなった小だりも乗せてやる。あ、大きい小だりも発見。なので追加。じゃがいもも。実はこの海苔、今日重要な役割をしてくれている。パクリ。麺ともすぐ仲良くなる。愛の俺とは違っていいの海苔。そら動かんはずがないわ。お前もいいやな。そんなガマちゃんをぐぐっと飲み干す。そろそろクライマックス。クライマックスがオールスター。もやしがここで参戦。そのまま一口。すするすする。次はこの天ぷら。オールスターやからな。土壌は赤い海で泳げる力を授かった。軽く混ぜてやり、具と一緒につかむ。このヤンニョムを持て余すことなく堪能できる。残った一匹。最後にそいつも口に入れると、長生きできそうな健康的な食事に終止符を打つ。味付けもしつこくなくほんまに美味しかった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。おっと、骨まで存在感を残そうとする。でも小だりをこんなにじっくり味わったんは初めてかもしらん。だから最後の一滴まで。小だりもうまかったし、次回はチュオタンも頼んでみるか。ということで、名残惜しさとともに、本日最後の一杯。そうそう、最初と最後はこいつで決まり。唐辛子の和え物、二刀流。最後のパクリ。お箸引っかかってもうた。うまいこといかんな、ほんま。で、ちなみにさつまいもチーズとんかつってどんなんなん？この店で一番不思議なメニューやねんけど、ちょっと気になるわ。一切れもらえませんかね？ヨンドゥンポシジャン駅にあるコダリジョリンのお店。社長さんも親切で味も文句なし。こういう店ええよね。冗談じゃなく隠れた名店って感じのお店。いやー、大満足や。あれ？このホップとかで出てくるお菓子こういうところで売ってんの？そういや以前ここでオリジムンロック食べた時、あいつらここで歌ってたな。スズメの合唱、今日は聞こえへん。てか、俺来てみんな逃げてもうたやないかい。スボッカンニョンとかチェヒョン管理とか、今日は4文字熟語ばっかり目に入る。何はともあれ皆さんも健康第一ですよ。ということで、今日の食物語はこれでおしまい。チャルボゴスミだー。